それでは三角比を用いて、三角形の面積を考えるということをしていきますね。下の2つの図、これは問題の一部ですけれども、このような問題を題材に話を進めていきます。はい、次の三角形で面積を考えていきましょう。三角形 ABC の面積。これは底辺×高さなんですが、じゃあまずですね、今C を底辺ね、としましょう。そうすると高さはここですよね。それをかけて2で割ってやれば面積が出てくるということなんですが、問題は高さね。ここをどうやって表すのか。まずはちょっとこの角 A ですね。これをラージ A で表すことにします。そして、この半径1の円、ね、これを思い出してください。この点の座標をどうやって表せたか覚えてますか？これはコサインシータ、サインシータでした。ね、ということは、高さはサインシータで表せますね。で、この図とこの図、ね、ちょっと似てますよね。シータを A に変えて、ここは長さ1なんで、ここを B だとちょうどいいんですよね。はい、そこで、こういうふうにちょっと図を書き直してみましょう。そうすると、長さ1の部分が長さ B になる。ということは、この小さい直角三角形と大きい直角三角形、相似ですから、ね、1対 B、つまり B 倍してやればいいんですよね。縦も横もB 倍してやれば出てくるはずだということですね。はい、なので、サイン A の B 倍で、ここの長さは、B サイン A だということもわかるということですね。これで、三角形の面積出せますね。底辺×高さ。底辺がこの C の分ですね。で、高さが B サインシータ。ね。それのかける2分の1だと。ね。一応アルファベット順に並べましたので、ちょっと底辺と高さが、成分がちぎれてますけれども、このように書くことが多いです。はい。2つの辺とその間の角を使って、面積を表すことができるということなんですね。こういうね。それでは同じように、ね、今度はこちらの赤い辺に注目して、それからこちらの間の角に注目すれば、このように表せますよね。2分の 1CA サイン B。同様に今度はまた別の2組の辺とその間の角ですね。こちらに注目して、で、この間の角を使ってやれば、今度は2分の 1AB サイン C というふうに表せるということです。それでは練習していきましょうね。ここでは公式を覚えるのも大事なんですが、仕組みをね、理解しながら問題をちょっと解いていきましょう。三角形 ABC の面積、高さが必要なので、高さはB サイン A で表せましたよね。そうすると、底辺×高さ割る2で、このような式が作れるんだということで、例えばこの図だったら、どうするか。高さはやっぱり5サイン30度ですよね。で、サイン30度の値というのはね、これは2分の1でしたよ。ね、ですので、三角形の面積はこのように計算できるということですね。したがって2分の15と答えが出てくる。それでは、この図ですね、150度、鈍角ですね。この三角形における面積はどうやって考えるのか。でも、ね、底辺と高さを考えるのは一緒です。で、この場合、底辺を3のところで取りますね。はい。そうすると、高さは、この三角形からはみ出た部分ですね。こちらの方に出てきます。この長さが表せればいいんです。そこで、改めて半径1の円考えてみましょう。思い出してみましょうね。こちら、やっぱり、ここの点の座標はコサイン150度とサイン150度でしたよ。
ということは、この部分が高さですよね。ですので、これを使えばいい。sin150 度を使えばいい。ということは、これ斜辺が1ですから、1が5倍されるということですね。ここに相似な直角三角形、大きな直角三角形がここに出来上がるわけですから。ですので、高さは5 sin150 度。これをそのまま使えばいいということですね。はい、したがって、式はこのようになります。で、sin150 度は、ここに、30度、ここが30度の1対2対ルート3の直角三角形が、見て取れますから、それを使えばいいですね。はい、したがって sin150 度は2分の1であると。したがって4分の15ということですね。はい。では実際に問題を解いていきましょう。まずは括弧1番です。はい、3辺が与えられていますね。まずは図を書いてね、考えましょうね。そしたらコサイン A を求めなさいという問題なんですね。コサイン A を求めなさいと言われて3辺が分かってるんですから、使うのは余弦定理。余弦定理でコサインイコールのものを使った方がいいですね。余弦定理覚えてますかね。このような形でしたよ。a2 乗イコール b2 乗足す c2 乗引く 2bc コサイン a。b-c 括弧の2乗を展開したのとちょっと似てるんですね。ただコサイン a がついてることが違うんだと。で、これを変形して、2bc コサイン a イコール b2 乗プラス c2 乗引く a2 乗。ですので、コサイン a はこのような形、分数の形で表せました。ぜひこの形を覚えてくださいね。求めるときはこの形で求めるように練習しましょう。はい、そうすると長さを当てはめます。で、計算をしていって、10分の1というふうに出てきます。それでは次、括弧2番移りましょう。面積を求める問題です。このような、公式を使いますよね。では、この問題の場合、この5、8、9と、辺の長さが与えられていますので、当てはめて面積をこのように、公式に当てはめたとします。そうすると問題はサイン A が分かりませんよということなんだけど、でもよく見ると、1番でコサイン A を求めていますから、これからサイン A を出すことができるのではないかということなんですね。これ、公式を使えば求まりますよね。2乗足す2乗イコール1。覚えてますか？この公式を使って計算することができると。よって、100分の99ということで、A は0度から180度の間の角なんで、サイン A は0より大きい値しか取らない。したがってサイン2乗 A の平方根のうちプラスの方だけ採用するということですね。ここまでの流れですけれども、括弧1番がなくても面積を求めなさいと言われたら、3辺が与えられている場合は、どっかの角のコサインを余弦定理を使って求めてあげて、括弧1番でやったようなことを、コサイン B でやってもよかったんです。で、公式、もしコサイン B を求めたのであれば、そこからサイン B を求めて、で、面積を求めればいいんですよ。ですので、この場合はサイン A を使いますね。求める面積は三角形 ABC イコール2分の 1×5×8× サイン A なんだけれども、このサイン A が、10分の3ルート11を使いますので、答えは6ルート11ということになります。3番、外接円の半径を求めなさい。外接円の半径ですから正弦定理ですね。正弦定理の、この部分だけ、使えばいいですね。なぜこの部分かというと、括弧2番で、サイン A を求めているからですね。はい、これが成り立ちますので、2R はサイン A 分の A。一回割り算の形に直しました。これ別に直さなくてもいいですよ。
計算できれば問題ありません。これ 3a が分数なんで、ね、この形にしておけば、ひっくり返してかけるで計算しやすいかなと。それだけですね。はい、計算を実際にしてやると、ルート11分の30。したがって R は、ルート11分の15と、ねいうことになります。それでは、括弧4番なんですが、これは1枚目のスライドにも載っていた問題ですけれども、これをやる前に、ちょっと予備知識として、この図を見てください。で、やりたいことは、この R、内接円の半径 R と ABC、これを用いて、三角形 ABC の面積を表したいということなんです。で、どういうふうにして考えるかということなんですけど、3つの三角形に分割して考えるんですね。ちっちゃい3つの三角形の面積をそれぞれ計算して、で、合わせてやればいいじゃないかという考え方です。ですので、こういうふうに分けて考えるんですね。じゃあ、青いところをまず行きましょう。三角形 IBC の面積。もちろん底辺かける高さ割る2ですから、2分の 1AR で求まりますね。赤いところであれば2分の 1BR、緑のところであれば2分の 1CR と。これを3つとも合わせてやれば三角形の面積、全体の面積になりますから、このようになりますよね。で、2分の1は全部共通ですし、あと内接円の半径 R、スモール r、これも共通ですので、くくり出して、このような形で表せるということですね。この式を使って、計算することにしていきます。はい、4番の問題ですね。どうするかというと、同じものを違う形の式で表して求めてやるという、方程式を使う常套手段ですね。これを使います。同じものって何かというと、この場合は2番で求めた三角形 ABC の面積でしたよ。ですので、もし括弧4番の問題が何の前触れもなくいきなりね、出題されたら、言われなくてもコサイン A を求めて、面積を求めて、で、4番に行くという流れなんだなと、自分の中で整理しておいてください。そうすると、4番はまずね、この図で考えるんでしてね、はい、公式より内接円の半径 R を用いて、三角形 ABC はこのように計算できると 11R になるんですね。で、これが括弧2番で求めた値と同じになるということですから、11R イコール6ルート11だと。したがって、内接円の半径は11分の6ルート11。このように簡単に出てくる。簡単に出てくるんですけれども、先ほども言いましたけれども、括弧4番がいきなり出されても、何が必要なのか、どういう手法で解くのかっていうのを思い出して、自分で、括弧1、括弧2がなくても解けるように練習をしておいてください。では次の問題です。円に内接する四角形の問題ですね。まずは BD の長さを求めなさいということなんですけれども、ここにね、ちょうどいい具合に三角形ありますよね。BD の長さを求めなさいということで、今、青い線のところ、これ分かっている値ですね。で、赤い線が求めるところなので、これは2辺とその間の角が分かっているので、三角形 ABD で余弦定理を使えばいいということですね。はい、公式に当てはめます。BD の2乗は8の2乗プラス5の2乗引く 2×8×5× コサイン60度。これを計算して49というふうに分かります。BD はね、プラスの値しか取りませんから、その平方根は7であるということになります。では2番いきますね。
BC の長さ、これはどういうふうに考えるのか。BC なんですけれども、これがひっついた図形を見つけて、うまいことね、自分の知っている定理が当てはまるのを探したりするんですよね。三角形 ABC、これだと、角 BAC も角 ABC も角 ACB も角が分かりません。だから定理のどれも使えませんね。辺の長さも分からないわけですから。じゃあ三角形 BCD かなと。これもどれも角は今分かってないんですが、実は一つ分かるところがありますね。ここの角 BCD の部分、これって、120度ですよね。なんでかっていうと、四角形 ABCD は円に内接しているからです。ですので、この120度を含む図形で考えるのが、利口かなと。あと、過去1番で7ということも分かっていますので、こういう図が書ける。で、この図、以前問題解きましたけど、覚えてますかね。2辺とその間にない角が分かっている。これも余弦定理でしたよ。ね。まずは120度と分かっています。で、2辺とその間にない角が分かっているので、求める辺を X と置くんでしたね、ここをね。求める辺を X と置いて余弦定理。はい。ですので、このような式を立てますよ。BD の2乗は、BC の2乗プラス CD の2乗。引く 2BC×CD× コサイン120度。120度を使いたいので、BD の2乗イコールにしますからね。X の2乗イコールにしちゃうと、ここ角度わからないので、余弦定理が立てられないんですね。はい、あとはこの式を値を代入して書きます。そうするとこうなりますが、この式ね、整理していけば X の二次方程式になるということがわかりますよね。なので、X の二次方程式を解けばいいということになるわけです。計算をしていきます。X の二次方程式が出てきますね。これをこの場合因数分解できますから因数分解をしてあげて X は3正の値ですからね。で BC が3ということが分かります。では3番いきましょう。円 O の半径 R を求めなさい。この図を考えるんですけれども、円 O というのは、この赤い線の部分ですね。これの半径を求めなさい。で、四角形 ABCD に外接する円なんですけれども、それって三角形 ABD にも外接する円でもあるし、三角形 BCD に外接する円でもあるわけですよね。なので、三角形 ABD の外接円を求めようということにします。であれば、正弦定理使えそうですね。正弦定理より、このような式が出てきますね。2r イコール sin a 分の bd。sin a も bd も分かりますので、2r を計算することができると。ルート3分の14。ということは、r はルート3分の7ということになります。では、最後の問題4番です。BE 対 ED を求めなさい。これどうやって考えますかね。まず2つの相似な三角形 ABE と DCE、 これ見つかりますよね。対頂角が同じだし、円周角で BAC と BDC が同じなので、相似だということで、じゃあ相似比5対8使えんじゃないかと思うんですが、これ実は求まらないんですね。残念ながら。じゃあどうすんのということです。どうしますかね。実は2つの三角形の面積比で BE 対 ED って出てくるんですよ。どの2つだと思います？答えは ABC と ADC なんです。
なんでその2つで求まるのかっていう説明をしますね。三角形の面積って底辺×高さ割る2ですよね。で、AC を底辺として捉えるわけです。そうすると、高さはね、この B から下ろした垂線の部分と D から下ろした AC に対して下ろした垂線の部分ですよね。この赤い線と太い線の部分なわけですね。ということは、BF 対 DG がそのまま三角形の面積の比になるでしょうと。なぜならば底辺の AC が共通だから。ね。ということは、ちょっとこの図ね、よく見ると気がついてもらえると思うんだけど、中に相似な2つの直角三角形が入ってますよね。BEF と DEG です。ね、この2つの直角三角形は相似ですから、つまり BF 対 DG がそのまま BE 対 ED になるわけですね。ということは、三角形の面積比イコール高さの比イコール BE 対 ED。なので、最初に求めるのは2つの三角形ということになります。では、実際に求めていきますよ。まず、ABC をね、角 θ と置きましょう。で、2辺とその間の角を使って、三角形 ABC は公式から2分の 1×8×3×sin θと、ねいわゆるイコール12 sin θと表せることが分かります。では、ATC ですが、こちらの方をどうするか。まあ、四角形 ABCD がね、円に内接していますので、これ、角 ADC は 180-θ なんですね。ということは、三角形 DAC を求めたければ、公式に当てはめて、このように表せる。sin180-θ で、ちょっと12 sin θ とは違うんですが、これも書き換えることができますよね。sin 180-θ は sin θ でしたよ。ねということで、そこを置き換えます。そうすると、三角形 DAC は2分の25 sin θ と表せるなということなんですね。はい。ということは、もうだいぶ目標に近づいてきましたね。面積比は、すなわち、これ、高さの比であるということが分かったと。で、高さの比、すなわち B 対 ED なんですね。なので、B 対 ED は三角形 ABC 対三角形 ADC なので、12 sin θ 対2分の25 sin θ である。つまり24対25ということが分かりますということですね。それでは説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。